こんにちは。今回はですね、YouTube の6204チャンネルで見つけたコラボで Google ドライブファイルを自動整理っていう動画についてちょっと深く見ていきたいと思います。よろしくお願いします。 Google ドライブってすごく便利なんですけど、気づくとファイルがこう溢れちゃって、わかります。あれどこ置いたっけみたいになりがちですよね。手作業での整理も時間かかるし、ミスもちょっと怖いですし。まさに。で、この動画が提案しているのが Google コラボラトリー、通称コラボを使った解決策なんですよね。コラボですか？ファイル整理を自動化して時間節約とミス防止をっていう。それは魅力的ですね。この動画のいいところはやっぱり特別な環境構築とかそういうのがいらない点ですね。ブラウザだけで？そうなんです。ブラウザ上で Python コードを実行できる無料ツールコラボを使う。特に Google ドライブとの連携が簡単で、だからドライブ内のファイルに直接アクセスして Python の力で効率的に操作できるのがいいんですよ。データ分析だけじゃなくて日常のファイル代わりにも使えるんですね。そういう可能性を示唆している動画ですね。じゃあ具体的に動画ではどうやってるんですか？まずは基本操作からですかね。そこが丁寧で、動画だとまずコラボの起動方法とか新しいノートブックの作り方、あとはコードセルで簡単な計算、例えば A イコール10とか B イコール20で A プラス B をやってみたり。プログラミングの第一歩みたいな。そんな感じです。テキストセルの使い方とか、あと編集内容が自動で Google ドライブに保存される点も説明されてますね。それは安心ですね。で、自分のドライブを操作するにはやっぱり何か必要なんですよね。そこがマウントっていう重要なステップになります。マウント？ドライブをコラボの作業スペースに接続するイメージですね。なるほど。動画ではどうやって？コードはすごくシンプルで from google.colab import drive と drive.mount コンテントドライブっていうこれだけなんです。思ったより短い。初回だけ認証が必要ですけど、その後は自動で接続されるんで手軽ですよ。なるほど。で、接続できたらいよいよファイル操作ですか？そうです。ここからが本番で Python の標準ライブラリ OS モジュールが登場します。 OS モジュール？ファイル操作の基本ツールキットみたいなものです。動画では os.list でフォルダの中身を一覧表示したり、os.pass.exist でファイルとかフォルダがちゃんと存在するか確認したり。存在確認ですね。大事。あとは os.makeDirectories で新しいフォルダを作ったり。フォルダ作成もコードで。この時 existOK イコール true っていうオプションをつけると、もし同じ名前のフォルダが木にあってもエラーにならないんで便利です。それは気が引いてますね。それから os.rename で名前の変更、os.remove でファイルの削除、こういった基本操作が紹介されてます。削除もできるんですね。これらの基本操作を組み合わせることが自動整理の第一歩になるわけです。基本が分かるとなんかもっといろいろやりたくなりますね。特定の種類のファイルだけ見つけたいとか。応用的なテクニックも動画で紹介されてますね。ファイル名の終わり、つまり拡張子をチェックする endWith っていうのを使って。endWith？例えば .jpg だけ探すみたいな。そうです。リスト内包表記っていう書き方と組み合わせるとスマートに書けますね。動画ではドロップダウンで拡張子を選べる UI も紹介されてました。 UI まで？それは便利そう。あとは古いファイルだけ整理したいとかは？できますね。更新日時を調べる os.pass.getMtime っていう関数と日付や時刻を扱う大タイムモジュールを使えば、例えば過去30日以内に更新されたファイルとか、そういう条件で絞り込めます。なるほど。で、見つけたファイルを別のフォルダに移動させたい場合は？それにはまた別のモジュール、シューチルモジュールの出番ですね。シューティル？シャトルって読みますかね。シューチル .move を使うとファイルを指定したフォルダに移動できます。OS モジュールとは違うんですか？ OS モジュールが基本的な読み書きや存在確認だとしたら、シューチルはもうちょっとファイルやフォルダの移動とかコピーとか、そういう操作が得意な感じです。なるほど。役割分担があるんですね。そうですね。動画ではエラー処理、トライエクセプトについても少し触れられてました。
移動中に何か問題が起きてもプログラム全体が止まらないようにする工夫ですね。それも大事ですね。不測の事態に備えると。ということは、今聞いたような基本操作とか応用テクニックを組み合わせれば、はい。例えば名前にレポートって入ってるファイルを要件確認フォルダに移動して、なおかつ半年以上更新されてない画像ファイルをアーカイブフォルダに入れるみたいな自分専用のルールが作れるかもしれないってことですね。まさにその通りです。この動画のいいところは、単に機能を紹介するだけじゃなくて、これらを組み合わせることですごくパーソナルな高度な自動化ルールを作り出せる、その可能性を示しているところだと思いますね。なるほどな。大事なのは、これらのツールを使ってご自身のその具体的な整理の課題をどう解決できるかっていう視点を持つことですね。いや、面白いですね。というわけで今回は ROC204 チャンネルの動画をベースにコラボを使った Google ドライブのファイル自動整理術について探ってきました。コラボの基本から OS モジュール、シューティルモジュールを使った具体的なファイル操作、一覧取得、存在確認、作成、リネーム、削除、検索、移動まで自動化の第一歩が見えましたね。はい。これらの基本を応用すれば、あなたのファイル整理はかなり楽になるはずです。動画には実際のコードも載ってるみたいですし、ぜひ試してみてほしいですね。そうですね。まずは簡単なところからでも。最後に今日の話を踏まえて、リスナーの方がさらに考えを広げるような何かヒントはありますか？そうですね。今回のファイル操作って単なる整理だけじゃないかもしれないなと。例えば特定のフォルダに新しいファイルが追加されたら、自動でその内容を読み取って、要約を作ってどこかに通知するとか。連携ですね。あるいは定期的に、例えば毎晩重要なファイルのバックアップを自動で別のストレージに作成するとか、予防的な使い方ですね。整理からさらに連携や予防の自動化へ。はい。あなたの Google ドライブ活用、一体どこまで自動化できるか考えてみるのも面白いかもしれないですね。